皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。5分後のあなたは今より少し日本人の本音や文化、社会の空気が見えるようになっているはずです。今日は嫌悪感というキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。皆さんは嫌悪感を持つもの、つまり嫌いなものはありますか？怖いものでも大丈夫です。今日もこちらの本、ゴキブリ研究始めましたっていう本から話をしていきたいんですが、こちらの本を書かれた著者の柳沢さんは、もともとゴキブリ、日本では G と訳すことが多いですが、G が大嫌いでした。虫は好きだけど、ゴキブリは絶対無理というタイプですね。そんな彼が最後にはゴキブリを大好きになって論文を書くまでになったんですよね。とても興味深いですよね。私が皆さんに紹介したいのは、その好きになるまでのプロセス、つまり心の変化のステップなんですよ。これが心理学的に見てもすごく面白いんです。興味深いんですよ。当時、柳沢さんは昆虫館で働いていたんですよね。ある日、職場の先輩がゴキブリを拾ってきて、なんと柳沢さんの背後、すぐ後ろで飼い始めたんです。想像しただけでゾッとしますよね。仕事中、ずっと後ろに嫌な気配を感じますよね。本にはゾゾッと鳥肌を立たせていましたっていうような、そういう表現があります。鳥肌っていうのは寒さとか恐怖で肌にブツブツができることですね。そういうのを我慢しながら仕事していたとあります。嫌いだったんですよね。でも、この嫌なのに逃げられない状態というのが、実は変化の第一歩だったんですよね。逃げずにその場にいた結果、脳が、あれ嫌だけど意外と何も起きないなっていうふうに学習を始めるんですよ。ゴキブリイコール即危険、気持ち悪いっていう思い込みが少しずつ崩れてきたんですよね。その後、事態はさらに進んで、なんと先輩がちょっといなくなってしまって、柳沢さんが代わりに餌をあげることになったんですよね。冷や汗をかきながら、背中を汗でびっしょりにしながら、それでも餌をあげたらしいです。実は、これは心理学では暴露療法と言います。難しい言葉ですが、意味はね、結構簡単で、あえて怖いものに少しずつ触れることで心を慣らしていく方法のことなんですよね。最初は遠くから見るだけ。で、次はちょっと近くに寄ってみる。その次は触ってみる。そうやって階段を登るようにステップを踏んで、その怖いもの、嫌悪感を感じるものを克服する。そういうのを暴露療法っていうわけです。その後、彼は自らゴキブリを探しに島に行くんですよ。面白いのは、単にゴキブリが怖くなくなっただけでは終わらなかったっていうところが面白いです。柳沢さんはある重要なことに気づきます。それは、今まで自分はゴキブリのことを知らなかったということに気づいたということです。今までは不潔、気持ち悪いっていうようなラベルを自分の思い込みでペタペタ貼ってただけだったと。でも、生態を詳しく知ることで、そういう固定されたイメージっていうのが剥がれていったんですよね。知ることでゴキブリは避けるべき不気味な存在から興味深く観察できる対象に変わったということなんですよね。これは心理学では認知再構成って言ったりします。これも難しい言葉ですが、認知っていうのは捉え方、
再構成は作り直すことを意味しますね。つまり自分の中の古いイメージを新しい知識でアップデートすることを言います。さて、この嫌いなものや怖いものに慣れていくプロセス、実は皆さんが日本で生活したり、日本語を学んだりする時の心理と少し似ている気がしませんか？例えば、日本人がはっきり意見を言わないことで空気を読む文化っていうのは戸惑う人が多いですよね。最初は怖いとか、ちょっと避けたいなって思うこともあるかもしれません。明日はこの心理学的なプロセスがどうやって皆さんの日本での学びに結びつくのか、お話ができたらいいかなと思っています。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。